ワンちゃんの健康と安全は飼い主さんにとって最優先事項です。しかし、ワンちゃんの寝床を設定する際、意外と見落としがちな危険な場所があります。この動画では、ワンちゃんの寝床にしてはいけない場所と、その理由について、専門家のアドバイスをもとに詳しく解説します。適切な場所を選ぶことで、ワンちゃんの健康を守り、快適な睡眠環境を提供しましょう。このチャンネルでは、ワンちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をお願いいたします。その1、屋外。ワンちゃんの寝床として屋外を選ぶ場合、いくつかのリスクが伴います。屋外環境は予測不可能で、気温の変化が激しく、雨や雪、さらには強風などの悪天候に直接さらされるため、ワンちゃんの健康にとって危険な場所となり得ます。特に夏季においては、高温多湿の環境が熱中症のリスクを高め、冬季には低温が凍傷や体温低下を引き起こす可能性があります。屋外に寝床を設置する際は、ワンちゃんが直射日光に長時間さらされることのないように、適切な日陰があることを確認する必要があります。また、雨風をしっかりと防げる屋根付きのスペースが必須です。しかし、これらの対策を施したとしても、屋外は野生動物や虫、そして有害な植物など、ワンちゃんにとって危険な要素が多く存在します。野生動物による怪我や病気の感染、虫刺されによるアレルギー反応や病気の伝播は、屋外での生活が持つリスクの一部です。さらに、屋外には、ワンちゃんが誤って摂取する可能性のある有毒物質や危険物が存在する場合があります。医療や害虫駆除剤、凍結防止剤など、ワンちゃんに有害な化学物質が使用されている場所では、中毒事故が発生する恐れがあります。これらのリスクを避けるためにも、ワンちゃんの寝床を屋外に設置する場合は、定期的な環境のチェックと安全対策が必要不可欠です。その2、車庫の中。車庫をワンちゃんの寝床として使用することは、見かけ上は安全な選択肢に思えるかもしれませんが、実は多くのリスクをはらんでいます。車庫の中は、通常、換気が不十分であり、車の排気ガスや化学物質が滞留しやすい環境です。これらの有害物質は、ワンちゃんの呼吸器系に悪影響を及ぼし、長期的には健康問題を引き起こす可能性があります。また、車庫は車両の出入りが頻繁に行われる場所であり、ワンちゃんが車にひかれるなどの事故に遭うリスクがあります。飼い主さんが車の存在に気づかずにバックしたり、ワンちゃんが突然車の下に入り込んだりすることで、悲惨な事故につながることも考えられます。さらに、車庫内には車関連の液体や工具など、ワンちゃんが誤って口にすることで、中毒や怪我をする可能性のあるものが多く存在します。車庫には一般的に、防寒や防熱のための適切な断熱材が施されていないため、冬は寒く、夏は暑くなりがちです。このような環境では、ワンちゃんが適切な体温を維持することが難しく、特に寒冷地や高温多湿の地域では、ワンちゃんの健康に悪影響を及ぼす可能性があります。以上のように、屋外や車庫の中は、ワンちゃんの寝床として適しているとは言い難い場所です。これらの場所にワンちゃんの寝床を設置する際には、リスクを最小限に抑えるための十分な対策が必要です。しかし、最も安全で快適な環境を提供するためには、ワンちゃんが家族の一員として家の中で過ごすことをお勧めします。その3、暖房の近く。ワンちゃんの寝床を暖房器具の近くに設置することは、冬場における寒さからワンちゃんを守るために一見理想的な選択に思えるかもしれません。
しかし、この選択にはいくつかの重大なリスクが伴います。まず、暖房器具の近くは温度が非常に高くなりがちで、ワンちゃんが加熱する可能性があります。ワンちゃんは人間よりも暑さに敏感であり、適切な体温調節ができない場合、熱中症や脱水症状を引き起こすリスクがあります。特に長毛種のワンちゃんや若いワンちゃん、健康状態が良くないワンちゃんは温度変化に対する耐性が低く、高温環境下での健康リスクが高まります。また、暖房器具の近くは乾燥しやすい環境であるため、ワンちゃんの皮膚や呼吸器系に悪影響を及ぼす可能性があります。乾燥した空気は皮膚の乾燥、かゆみ、あるいはアレルギー症状の悪化を引き起こすことがあります。さらに、暖房器具の近くでは、火傷のリスクも無視できません。特に、ワンちゃんが暖かさを求めて、暖房器具に近づきすぎたり、うっかり暖房器具に触れたりすると、火傷を負う可能性があります。このようなリスクを避けるためには、ワンちゃんの寝床を暖房器具から安全な距離に置き、部屋全体の温度を均等に保つことが重要です。部屋を適度に加湿し、ワンちゃんが快適に過ごせるような環境を整えることも大切です。ワンちゃんが加熱や乾燥から守られ、安全かつ快適に休息できるようにすることが、飼い主さんの責任です。その4、日の当たる窓際。日の当たる窓際は、ワンちゃんが日光浴を楽しむのに魅力的な場所です。自然光を浴びることは、ワンちゃんの健康にとって多くの利点があります。しかし、寝床としてこの場所を選ぶことは、注意が必要なリスクを伴います。窓ガラスを通した日光は、特に夏季には内部の温度を大幅に上昇させることがあり、ワンちゃんが加熱する原因となります。日光が直接当たる場所での長時間の露出は、熱中症や脱水症状、さらには日焼けによる皮膚の損傷につながる可能性があります。また、季節によって日照時間と強さが変わるため、一年を通じて同じ場所が常にワンちゃんにとって快適であるとは限りません。冬季には日の当たる窓際が暖かく快適な休息場所となることがありますが、夏季には避けるべき場所に変わります。そのため、季節ごとにワンちゃんの寝床の位置を調整し、常にワンちゃんが快適に過ごせる環境を提供することが必要です。さらに、日の当たる窓際では、外部からの視線や騒音にさらされることがあります。これは、特に警戒心が強いワンちゃんや、簡単に刺激を受けるワンちゃんにとって、ストレスの原因となる場合があります。安心して休息できる、静かな環境を確保するためには、窓際ではなく、部屋の中央や静かなコーナーに、寝床を設置することが望ましいでしょう。結論として、ワンちゃんの寝床を設置する際には、暖房の近くや日の当たる窓際など、見かけ上快適そうな場所、様々なリスクを考慮に入れることが重要です。ワンちゃんが安全で、健康的な環境で休息できるように、適切な場所選びと環境の調整を行うことが、飼い主さんにとって最優先されるべき責務です。その後、高所のベッド。ワンちゃんを高所のベッドや家具の上に寝かせることは、見た目には快適そうで安全に思えるかもしれませんが、実際には多くのリスクを伴います。ワンちゃんが高所から飛び降りる際に受ける衝撃は、特に小型ワンちゃんやワンちゃん、関節や骨が脆いワンちゃんにとって、骨折や内臓損傷などの重大な怪我を引き起こす可能性があります。また、高所からの転落は、たとえ外見上の怪我がなくても、ワンちゃんに深刻な内部損傷を与えることがあります。高所のベッドや家具に登ること自体が、ワンちゃんにとっての大きな挑戦となり得ます。登る過程で滑ったり、バランスを失ったりすることが原因での転落事故も考えられます。これらの事故は、
不必要な痛みや怪我、場合によっては、命を脅かすことにもなりかねません。さらに、高所への上り下りは、ワンちゃんの関節に大きな負担をかけるため、長期的には関節炎や、その他の運動器系の疾患を引き起こす原因となることもあります。これらのリスクを最小限に抑えるため、ワンちゃんの寝床は床に近い、安全でアクセスしやすい場所に設置することが推奨されます。特に、飛び降りることによる衝撃を軽減するために、寝床周辺には柔らかいマットやクッションを配置することが有効です。安全性を最優先に考え、ワンちゃんが安心して休息できる環境を整えることが大切です。その6、洗濯機の周辺。洗濯機の周辺をワンちゃんの寝床にすることは、一見すると、スペースの有効活用のように思えますが、実際にはいくつかの危険が潜んでいます。洗濯機や乾燥機の動作中に発生する振動や騒音は、ワンちゃんにとって大きなストレス源となり得ます。ワンちゃんは人間よりも敏感な聴覚を持っており、洗濯機の稼働音がワンちゃんにとって非常に不快であることがあります。このような環境下での長時間の露出は、ワンちゃんのストレスや不安を高め、行動問題を引き起こす可能性があります。また、洗濯機や乾燥機からの熱放出は、ワンちゃんの寝床周辺の温度を上昇させ、過熱のリスクをもたらします。特に密閉された空間や換気の悪い場所では、高温が原因で熱中症になる可能性があります。さらに、洗濯機の周辺には洗剤や柔軟剤など、ワンちゃんに有害な化学物質が保管されている場合が多く、これらの物質を誤って摂取することで、中毒を引き起こす危険があります。洗濯機の周辺は、ワンちゃんが安全に休息できる環境とは言い難いため、寝床として適していない場所の一つです。ワンちゃんの健康と安全を守るためには、静かで温度が適度に保たれ、化学物質のない安全な場所に寝床を設置することが重要です。ワンちゃんが快適で安心して過ごせるような環境を整えることが飼い主さんとしての責任です。その7、浴室内。浴室内をワンちゃんの寝床にすることは、一見すると簡単で便利な解決策のように思えるかもしれませんが、実際にはいくつかのリスクが伴います。浴室は湿度が高く、滑りやすい床が特徴です。このような環境は、ワンちゃんにとって不快であり、皮膚病や滑りによる怪我のリスクを高めます。湿度が高い場所での長時間の滞在は、ワンちゃんの皮膚にカビや細菌が繁殖しやすくなるため、皮膚の健康問題を引き起こす可能性があります。さらに、浴室内には、洗剤やシャンプーなど、ワンちゃんに有害な化学物質が置かれていることが多く、これらを舐めたり噛んだりすることで、中毒や健康被害を引き起こす可能性があります。また、浴室は一般的に家の中で温度変化が激しく、特に熱いお湯を使用する際には、温度が急激に上昇し、ワンちゃんにとって過酷な環境となり得ます。このような温度の変化は、特に高齢のワンちゃんや健康が優れないワンちゃんにとって危険です。浴室の湿度と温度管理には注意が必要であり、ワンちゃんが快適に過ごせるような環境を整えるためには、浴室以外の場所に寝床を設置することが望ましいです。ワンちゃんの健康と安全を考慮すると、浴室はワンちゃんの寝床としては適切ではないと言えます。ワンちゃんが快適で健康的な生活を送れるように、より適切な場所を選ぶべきです。その8、キッチン。キッチンをワンちゃんの寝床として選ぶことは、多くの家庭で行われているかもしれませんが、これにはいくつかのリスクが伴います。キッチンは家の中で最も活動が多い場所の一つであり、調理中の熱、騒音、そして人の出入りが多いため、ワンちゃんにとっては休息を取るには適していない環境です。特に調理中には
ワンちゃんが誤って熱い油や水、調理器具に触れることによる火傷や怪我のリスクがあります。また、キッチンには食材や調理器具が多く、ワンちゃんがこれらを誤って食べたり、噛んだりすることで、健康を害する可能性があります。特に骨が含まれる食品や、ワンちゃんにとって有害な食材チョコレート、アボカド、玉ねぎなどを誤食すると、深刻な健康問題を引き起こすことがあります。さらに、キッチンの床には調理中に食材のかけらや液体が落ちることがあり、これらをワンちゃんが舐めることで消化器系の問題を引き起こすこともあります。キッチンの環境はワンちゃんにとって多くの危険を含んでいるため、寝床としては適していません。ワンちゃんの安全を確保し、快適な休息を提供するためには、キッチンよりも静かで安全な場所に寝床を設置することが重要です。家族の一員としてワンちゃんの健康と幸福を守るためには、キッチンではなく、より安全で静かな場所を寝床として選ぶべきです。その9、玄関のドア近く。玄関のドア近くをワンちゃんの寝床として選ぶことは、一見すると家の出入りに便利で、ワンちゃんが家族の動きを見守るのに良い場所のように思えますが、いくつかの危険が伴います。まず、玄関は家の内外の気温差が大きい場所であり、季節によっては特に冷暖房が効きにくいため、ワンちゃんが適切な体温を保つことが難しい場所です。冬は寒さで、夏は暑さで、ワンちゃんの健康に悪影響を及ぼす可能性があります。また、玄関は人の出入りが多い場所であるため、ドアの開閉によってワンちゃんが不意に外に出てしまう危険性があります。これにより、ワンちゃんが迷子になるリスクや、車にひかれるなどの事故に遭遇する危険性が高まります。さらに、玄関は訪問者が来た際の騒音が多い場所であるため、ワンちゃんにとってストレスの原因となり得ます。玄関のドア近くは、温度変化が激しい、外部からの刺激が多い、そしてワンちゃんが不意に外出してしまう危険があるなど、ワンちゃんの寝床としては適していない場所です。ワンちゃんの安全と健康を考えると、もっと静かで安全な場所、温度が一定で保たれる場所に寝床を設置することが望ましいです。その10、エアコンが直接当たる場所。エアコンが直接当たる場所をワンちゃんの寝床として選ぶことは、夏場の暑さ対策や冬場の寒さ対策として有効に思えるかもしれませんが、いくつかのリスクを考慮する必要があります。エアコンの風が直接ワンちゃんに当たると、ワンちゃんの体温調節機能に悪影響を及ぼし、特に長時間同じ場所にいる場合、体温が過度に下がる低体温症や、逆に乾燥による皮膚の問題など、健康上の問題を引き起こす可能性があります。エアコンの直接風が当たる場所は、ワンちゃんの皮膚を乾燥させ、かゆみや皮膚炎を引き起こす原因となることがあります。また、エアコンの冷気や暖気は、ワンちゃんの呼吸器系にも影響を与え、特にワンちゃんや呼吸器に問題を抱えているワンちゃんでは、呼吸困難を引き起こすリスクがあります。このため、エアコンが直接当たる場所は、ワンちゃんの健康を考慮すると、寝床としては適していない場所と言えます。ワンちゃんの寝床を設置する際には、エアコンの風が直接当たらないようにし、室温を適度に保つことが重要です。また、空気が乾燥しないように加湿器を使用するなど、ワンちゃんが快適に過ごせる環境を整えることが望ましいです。その11、階段の上。ワンちゃんの寝床にしてはいけない場所の一つに、階段の上が挙げられます。階段の上でワンちゃんが寝ることの危険性について、いくつかのポイントを詳しく解説していきましょう。まず、階段は家の中でも特に事故が起きやすい場所の一つです。ワンちゃんが階段の上で眠っていると、夜間に家族が移動する際に気づかずに踏んでしまう可能性があります。
これはワンちゃんだけでなく、人にとっても大きな怪我につながる危険があるため、非常にリスクが高いです。また、ワンちゃんがふとした瞬間に階段から転落する可能性も否定できません。特に高齢のワンちゃんや視力が衰えているワンちゃん、体の不自由なワンちゃんは、階段を上り下りすること自体が困難で、転倒しやすいため、特に注意が必要です。さらに、階段の上は通風や温度調整が難しい場所であることが多く、ワンちゃんの健康にとって適切な環境とは言えません。夏場は特に暑くなりがちで、熱中症のリスクが高まります。逆に冬場は冷え込みやすく、寒さからワンちゃんを守ることが難しくなります。ワンちゃんの寝床を選ぶ際には、安全で快適な場所を選ぶことが重要です。階段の上は見落としがちですが、ワンちゃんにとって多くのリスクを伴う場所です。ワンちゃんの安全を守るためにも、階段の上ではなく、安全で快適な場所を寝床として提供しましょう。それには、静かで温度調整が容易な部屋の隅や、ワンちゃん用のベッドを設置するなど、ワンちゃんが安心して休める環境を整えることが大切です。その12、人通りの多い通路。ワンちゃんの寝床として避けるべき、もう一つの場所が、人通りの多い通路です。このような場所でワンちゃんが寝ることのリスクについて、詳しく見ていきましょう。人通りの多い通路での最大のリスクは、ワンちゃんが踏まれる、または怪我をする可能性が非常に高いことです。家族が忙しく行き交う通路では、ワンちゃんが休んでいることに気づかずに踏んでしまうか、またはワンちゃんにぶつかってしまう可能性があります。これはワンちゃんにとっても人にとっても、怪我につながる大きな危険因子です。また、人通りの多い場所では、ワンちゃんが落ち着いて休むことが難しくなります。家族の行き来が多いと、ワンちゃんは常に警戒心を持ってしまい、深い休息を取ることができません。これはワンちゃんのストレスにつながり、長期的には健康問題にも影響を及ぼす可能性があります。さらに、人通りの多い通路は家の中でも汚れやすい場所の一つです。ワンちゃんがこのような場所で寝ることによって毛に汚れがつきやすくなり、皮膚病のリスクも高まります。定期的な清掃が必要な場所でワンちゃんが寝ることは、ワンちゃんの清潔を保つ上で望ましくありません。ワンちゃんの寝床を選ぶ際には、人通りの少ない、静かで安全な場所を選ぶことが重要です。人通りの多い通路は、ワンちゃんにとって多くのリスクを伴う場所であるため、避けるべきです。ワンちゃんが安心して休めるように、家の中でも静かなスペースを確保し、ワンちゃん用のベッドやクッションを用意することで、ワンちゃんの快適な休息場所を提供しましょう。ワンちゃんにとって安全で快適な寝床を提供することは、彼らの健康と幸福に直接関わっています。この動画で紹介した危険な場所を避け、適切な寝床選びのポイントを押さえることで、ワンちゃんはより健康的で幸せな生活を送ることができます。ワンちゃんの寝床選びに迷った時は、今回の内容を思い出して、彼らに最適な環境を整えてあげてください。安全な場所での快適な休息は、ワンちゃんの生活の質を高めるために欠かせません。このチャンネルでは、今後もワンちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。